こんにちは。今回はこちらのタートルネックの付け襟を編んでいきます。今回はこういった感じの模様編みです。編み方は縦に往復で編んでいって、で最後はとじ針でこのところですね。こんな感じに自然につながるように閉じていきます。裏はこんな感じですね。編み方はとても簡単ですので、よかったら編んでみてください。サイズはこちらです。では今回はこちら、ダイソーさんのフラッフィーのライラックピンクで編んでいきます。こちらはアクリル 100%、約 40g、約123メートル。おすすめのかぎ針は7号になっています。で、かぎ針は7号を使用します。では今回はこの最初の糸端で最後つないでいこうと思いますので、この出来上がりの高さの1、2、3、約3倍ぐらいの長さを取っておきます。では今回の作り目は鎖編み40目でスタートします。まず最初の作り目を作って、ここから鎖編みを少し大きめに40目編んでいきます。1、2、3。では40目編んできました。今回は糸端が少し長いので、こんな感じに糸端を束ねておくと編みやすいと思います。では1段目ですね。1段目は最初の25目をリブ編みの中長編み。で、残りの15目をリブ編みの引き抜き編みで編んでいきます。では、リブ編みの中長編みを25目ですね。この鎖の一番最後のところにマーカーをつけておきます。で、立ち上がりなんですけども、鎖編み2目ではなくて3目編んでいきます。少し大きめに鎖を1、2、3。これも中長編み1つと考えます。で、針に糸をかけて、次はこのマーカーのついている鎖の次の向こう側の1本から始めていきます。マーカーの鎖の次ですね。次の向こうの1本拾って、次の中長編みですね。ここも少し大きめに中長編みを編んでいきます。針に糸をかけて、また次の鎖の向こう側の1本を拾って、中長編みですね。これで中長編みが立ち上がりも含めて1、2、3目ですね。針に糸をかけて、次の鎖の向こう側の1本拾って、糸を少し引き伸ばして、中長編み。また向こうの1本ですね。こんな感じで編んでいきます。では、中長編みを25目編んできました。で、一番最後の25目目は、他の中長編みよりも少し短めに編んでいます。次から引き抜き編みを編んでいくので、高さを慣らすために25目目だけは少し短めに編んでいます。では残りの15目はリブ編みの引き抜き編みですね。向こうの1本を拾って編んでいきます。次の鎖の向こう側の1本のところに針を入れて、
少しゆったりめに引き抜き編み。ここは一つ目の引き抜き編みということで、頭にマーカーをつけておきます。で、少し糸を引き出して、次の向こうの1本ですね。ここに針を入れて引き抜き編み。また少し糸を出して、引き抜き編み。こんな感じで最後まで編んでいきます。では、引き抜き編みを15目編んできました。これで1段目が編めました。次は2段目ですね。まず、立ち上がりの鎖編みを1つ編んで、少し小さくしておきます。で、今、針にかかっている糸は、1つ目の引き抜き編みの目になるので、この辺と同じように少し引き出しておきます。そしたら、ここの1つ目の引き抜き編みの頭ですね。ここが小さくした立ち上がりですね。ここの次、ここのまた向こうの1本、ここから始めていきます。1、2、3という感じで編んでいきます。まずここですね。ここに1つ目の引き抜き編み。次はここですね。ここの向こうの1本に引き抜き編み。で、ここの一番初めの引き抜き編みは埋もれてしまうことがあるので、この2つのところにマーカーを入れておきます。で、また少し糸を引き出しながら、向こう側の1本を拾って、引き抜き編みを編んでいきます。糸を少し出して、こんな感じですね。この立ち上がりの目を少し小さくすると、このタートルネックの上のところなので、目がきれいに揃って、こんな感じに編み上がります。では、14目引き抜き編みを編んできました。次がマーカーのところの15目目ですね。ここも向こうの1本に針を入れて、引き抜き編み、15目目ですね。そしたらマーカーを付け替えておきます。そしたら次のところからも同じように引き抜き編みを編んでいきます。中長編みの頭の2本ですね。同じところですね。向こう側の1本に針を入れて、引き抜き編み、少し糸を出して、向こうの1本ですね。中長編みの頭の2本の向こう側1本ですね。ここに針を入れて、糸を少し引き出して、ゆったりめに編んでいきます。では2段目、最後の方まで編んできました。最後は、ここの立ち上がりの鎖編み3目の3目目ですね。ここの向こう側の1本に針を入れて引き抜きます。では1段目と2段目の編み方を繰り返しながら編んでいきます。次3段目は少し大きめに鎖編みを3目でスタートします。1、2、3。中長編み1つ分ですね。次は裏にして、また中長編みを編んでいきます。一番初めに編むところは、この最後の鎖から数えて、
1、2、3、4、5。5つ目の鎖の、また向こうの1本ですね。ここから編んでいきます。ここですね。針に糸をかけて、この向こう側の1本ですね。糸を少し伸ばして大きめに中長編み。また次のこの2本の向こう側ですね。この引き抜き編みの向こうの1本ですね。ここに鎖のラインが出てきましたね。こんな感じで編んでいきます。では、こんな感じで、立ち上がりも含めて、中長編みを25目編んできました。最後の25目目は、少し小さめに編んでいます。次はマーカーのところなので、ここから引き抜き編みですね。また、向こうの1本拾って、引き抜き編み。ここにまたマーカーを移動させておきます。また、向こうの1本拾って、引き抜き編み。糸を少し引き出して、次のところですね。こんな感じで15目、最後のところまで編んでいきます。では、引き抜き編みを14目編んできました。次はマーカーのところが最後の15目目ですね。この向こうの1本のところに針を入れて、最後の引き抜き編み。では次の段ですね。また鎖を1つ編んで、小さくしておきます。で、裏にして、今針にかかっている糸が1目目になるので、少しだけ引き伸ばしておきます。そしたらこの小さくした鎖の次のところですね。ここが1つ目の引き抜き編みですね。1。で、少し引き伸ばして、次のところ。で、1つ目の引き抜き編みのところにマーカーをつけておきます。また向こうの1本拾って、引き抜き編みを編んでいきます。で、マーカーのところが最後の引き抜き編みですね。ここが15目目。マーカーを移動させておきます。で、次からも同じように、向こうの1本拾って、引き抜き編みを編んでいきます。
では最後の方まで編んできました。この立ち上がりの鎖編み3目の3目目ですね。ここを忘れないように、向こうの1本のところに針を入れて、ここが最後の引き抜き編みですね。そしたらまた鎖編みを1、2、3、3つ編んで、また同じように編んでいきます。では、110段編んできました。段の数え方は、編み始めを上に置いて、この最初の縦に入った鎖模様の列が2段目になりますので、2、4、6、8、と数えていきます。で、2つに折って、で、ここの上下と真ん中あたりですね。3箇所ぐらいにこういったマーカーで2つを合わせて、で、実際に頭を通してお好みの段数編んでみてください。今回はこのように2つに折って、この上のところ、かぶり口のところが約18センチで、下のところが約44センチになりました。では、この最初の糸端を使って、この部分を閉じていきます。最後、ここの糸はもうカットしておきます。続けて縁編みを編んでもと思ったんですけども、今回はシンプルにここで終わろうと思います。では、最初の糸端に閉じ針を通したら、こんな感じで外表にして、このタートルネックの部分から閉じていきます。で、針を入れるところは、向こうの編み終わりの方ですね。ここの側面ですね。こういう感じで、ここの引き抜き編みのところの頭ですね。この一番右端の引き抜き編みの鎖の模様のところですね。ここの右側にあるこの縦の糸。この糸ですね。ここの糸のさらにまた右のここですね。ここがまず1回目針を入れます。で、こちらをやった後、次は2つ目のこの V の模様のここの交わったところですね。こう次はこの V のここですね。次の V のここですね。向こう側は順番にここを拾って閉じていきます。で、こちら側はこの編み地をこのように持ってきて、ここは作り目の鎖編みのところですね。で、ここを少しこう上に上げてあげると、ここに穴が見えると思うんですけども、ここが1個目の鎖ですかね。ここのすぐ下、1個目と2個目の間ですね。ここの足のようなところ。ここが1回目ですね。で、次がここ。また次がここですね。こんな感じで、この下のとこですね。ここを上に上げて、で、下のここですね。こういう足のところを順番に拾っていきます。では、閉じていきます。まずこの一つ目の鎖の V の字の横の縦の、またさらに右ですね。ここにまず1回目。で、ちょっとマーカーも取っておきます。で、次はこちら側ですね。一つ目と二つ目の、この下の足のところですね。ここに、こちらは1回目。
で、次は、二つ目の鎖模様の右のこの交わったところですね。このあたりに針を入れて、糸を引きます。次は、ここですね。次は三つ目の鎖模様の右のところですね。2、3回閉じたら、ゆっくり糸を引いていきます。こんな感じですね。次はここですね。ね。で、2、3回閉じたら、また少し様子を見ながら、ゆっくり糸を引いていきます。こんな感じですね。よし。こんな感じでしばらく閉じていきます。この引き抜き編みのタートルネックのところは、こんな感じで閉じてきました。で、続いてここの中長編みのところですね。ここも同じように閉じていきます。同じところですね。向こうも、この鎖の V の字の右側のところですね。で、こちらの中長編みの方も、この上のこの目のすぐ下のこういうところですね。同じところですね。ここに針を入れて同じように閉じていきます。
こんな感じですね。しばらく同じように閉じていきます。この辺まで閉じたんですけども、こちらの中長編みの方は、この長い目のこの左上のこのあたりですね。ここをすくって閉じていきます。次はここですね。で次の長いところの左上ですね。このあたりをすくって閉じていきます。で次の中長編みのここですね。こんな感じですくって閉じていきます。では最後の方まで閉じてきました。最後はこちらの鎖編みの1、2、3、3つ目のこの2本すくって、で最後この辺に針を入れて、こんな感じですね。あとは裏の方で糸処理をしておきます。では糸処理をして完成しました。閉じたところは、ここですね。このところですね。左右と自然な感じでつながっていると思います。裏はこんな感じですね。ここですね。この下の立ち上がりのところを鎖3目にしたので、割と伸びるので、肩のところにもフィットする感じです。糸もチクチクしなくて柔らかい起毛があるので、ふんわり暖かくつけていただけると思います。よかったら編んでみてください。今回も見ていただきましてありがとうございました。